今回のドローチューブは、アスカさんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は、私、日向さくらがお送りいたします。普段は主にサイとフォトショップを使ってます。ペンタブは一般的なやつです。絵を描くのは主にサイを使って、最後のレイヤーや全体的な調整をするときだけフォトショップを使います。私はペンタブを使い始めてからずっとサイを使ってきましたので、それに慣れましたね。フォトショップと比べればより手書きに近い感触で気持ちいいです。機能については正直あんまり使わず、ブラシも一番普通な鉛筆を使っていて、たまに水彩ブラシを使うぐらいです。2種類ぐらいあれば十分で、指先ツールも使ったことないです。はっきり言って、私は綺麗な女性を描くのが好きです。キャラクターを描いた後、まず背景を加えてみて、どんな感じなのか試すことが好きです。それからさらに描いてて、やっぱり背景をなくしたり、より簡単にした方が、よりキャラクターを強調でき、イラスト全体が良くなることが結構あったりします。キャラクターを描くのが好きなので、背景を真剣に描くことはめったになく、キャラクターが目立つイラストの方が、より綺麗に見えると思います。普段絵を描くときは、たまに写真作品も参考にします。私のようにキャラクターをメインにイラストを描く人にとって、雑誌によくある人物をメインにした写真はとても参考になります。まずは目で、その次はキャラクター全体の輪郭と形ですね。すべてのキャラクターを黒く塗りつぶした後、ファッション写真のモデルのような輪郭になるようにしてます。全部黒く塗りつぶされた後のシルエットもとても美しく見えることは非常に重要だと思います。キャラクター全体のシルエットは構図にとっても非常に重要です。最終的に完成した原稿でもキャラクターの形が一目でわかるようにしないといけないと思います。私が特に女の子を描くのが好きなのは、女の子はより簡単に綺麗な輪郭を描けるからです。スタイルの良い女の子を描く場合、体をひねって立ってもらった方が、そのまま立たせるより綺麗に見えます。ですから、絵を描くときは、わざと体をひねらせています。キャラクターの輪郭線と影は構図の一部にするべきだと思います。体の輪郭以外、とても長い髪の毛を描くのも好きです。髪の毛をキャラクターの後ろに流すより、キャラクターの体のどこかにかけた方が綺麗だと思っていて、髪の毛をどこかにかけることに執念を持っているかもしれません。できるだけ髪の毛をキャラクターの体か、キャラクターの隣にあるものにかけさせることによって、キャラクターの輪郭をより綺麗に見せるようにしています。実はこの2年ぐらいの間、キャラクターを描くとき、必ずキャラクターの目つきを重点的に考えます。目はキャラクターにとって大事なポイントなので、どう描けば感情が伝わる目を表現できるのかを考えます。いろいろ試してきた中で比較的に納得したのは、このメルトリリスのメルティーハートです。この絵について特に目つきの描き方を考えました。彼女の性格は一言では言えませんが、愛されているがいつ殺されてもおかしくないということを見る方に感じさせたいです。当時は目でかなり悩んでいました。
少し描き方変えるだけでキャラクターの表情が全く違うものになってしまうので、それとこのキャラクターは実際白いドレスを着ていますが、真っ白なドレスというよりは白に見える範囲で鮮やかな色も加えてみました。最近ですともう一枚、さくらというキャラのイラストも比較的に自慢の作品です。こちらもフェイトの劇場版を見た後に描いたものですが、見た当時にこのシーンがとても印象深く、何かを描きたいと強く思いました。絵の中で散らばっているビー玉のようなものは実は飴玉ですが、より綺麗に見せたいので物体の質感の描き方を少し変え、ビー玉寄りに描きました。ラフの段階でおおよその色を決めてから、それに合う補色などを考えていく描き方をしています。例えばキャラの服は赤色の場合、私は先にじゃあ背景はどんな色にすれば引き立たせられるだろうみたいなことを考えちゃいます。最後調整するときは全体的の色味のバランスが大事なので、そうですね、例えば今回は最初影の部分は青色で塗っていたのですが、色味を考えて最後紫色に調整したり、白い服に最後にピンクの色味を入れたりしています。説明は少々難しいのですが、要するにもともとある色をまず決めて、その上で最後細かい部分の色を調整し完成させます。依頼が溜まっていない状態ですごく暇な時に描けます。先ほど私が言及したメルトリリスとさくらのイラストは両方ともすごい時間がかかりました。ここ何年間仕事以外一番時間がかかった同人創作だと思います。これは本当に時間がないとできないことでして、もともと細かいところをじっくり描きたいタイプなので、このようにゆっくり絵を描くことができたらちゃんと描けたと思いますし、すごく楽しいです。いい作品を見ることですね。世の中の素晴らしい作品を常に見ていて、ドラマやアニメも含めて、これらすべてが私のものを作る欲望を刺激して出してくれてます。一目で作者さんが伝えたい感情がわかるような作品が特に好きです。私にとって作品の内容はどうあれ、頑張って心込めて作られた作品はすべていい作品です。この現状を維持していきたいと思います。将来引退したら猫カフェでもやりたいです。今もネネという名前の猫を飼っています。ずっと家で絵を描くのも退屈なので、いてくれると寂しくないです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いいたします。